先生から送られてきた遺跡を示す地点はこの糸向鉱山付近。これまではクレイブンの領内だったことに加えて、カークウェイン兄弟がクレイブン殺しの犯人探しをしていたことから満足に調べることができなかったけれど、全ての障害がなくなった今、ノーランドに勘ぐられることもない。これでようやくあの場所を調べることができる。かつて糸向鉱山がミケヌプリと呼ばれていた場所、その麓にある集落、シクンカムイの里までは間もなく到着します。しかしこんなところにクレイブン教殺しの犯人が潜んでいるものでしょうか。シクンカムイの里はだいぶ前に廃村になって、今は管理する者しかいないと聞いていますが。念のため、それこそクレイブン教の兄ジュード・クレイブンもシクンカムイの里で命を落とした。確認しておくに越したことはないでしょう。そういうことですか。承知しました。シクンカムイ、瞳の神という意味の名前を持つ場所。遺跡があるとするならここのはず。ビナス、ベルが遺跡があると思われる糸向鉱山へ調査に向かった。そうか。ベルだけで大丈夫なのか。俺たちも。ベルだってネオブリタニアの将校だ。それに部下もつけている。心配する必要がどこにあるというんだ。そうは言うが、俺たちはネバーランドの仲間だろう。こんな国ごっこよりも先生の計画を。パイドパイパーの計画を優先にかなあ、ハチェット。それは君の本心かい？急に何を言い出すんだ。俺の本心に決まって。ないだろう。だって君はパイドパイパーに尽くすようにギアスをかけられている。それは。ハチェット、このところ僕はずっと考えているんだ。僕は何をすべきなのかってことをね。何をって、それは先生の計画を実現することこそが俺たちネバーランドの。してどうなる？パイドパイパーが提唱するのは不要な人間の淘汰。その不要な人間とは誰のことだ？世界の警察を気取る黒の騎士団、平和を享受する人間たち、それとも子供たちに害をなす大人たち。その全てでもあると言えるだろうけど、正確じゃない。何が言いたい？君だって分かっているはずだ、ハチェット。僕たちとベルには明確な差がある。ギアスを持っているか否かだ。ベルに遺跡を捜索するように命じたのはパイドパイパー。そして3年前の北海道潜入メンバーにベルを加えたのもパイドパイパー。おそらく僕たちは淘汰される側の人間だ。今ここにいるのもパイドパイパーの愚者のゆりかご計画を実現させるための駒でしかない。ヴィーナス、お前は頭が良くて視野も広い。お前がそう言うのならきっとそれが正解なんだと思う。だけどそんな風に考えているお前がどうしてパイドパイパーに協力をしているんだ？さっき言っただろ。僕は僕が何をすべきなのかずっと考えていると。僕は自分が何のために生まれてきたのかわからない。その意味を探しているんだ。だから今は望まれたことを実行する。パイドパイパーの計画の実現もシュバルツキングとしての役目もね。ヴィーナス、俺は。分かってるよ、ハチェット。君が僕やベルを心配してくれるのは君の本心だって。決してギアスによるものじゃないって。君はそういう人間だ。ありがとうよ。さあ、君もそろそろ行くんだ。クレイブン殺しの捜査を命じたはずだろ。ああ、イエスマイロードだ、ヴィナス。僕の生きる意味。運命に選ばれなかった僕の生きる意味。前はパイドパイパーの計画を実現するためだと思っていた。しかしそうではないと気づいた。相馬と会って
外の世界が広いことを知ったんだ。うん。世界には素敵な光景がたくさんあるんだ。満天の星空や驚くほど大きな木、すごい滝とかね。きっとフライデーも感動すると思うよ。相馬。サーシャ。なら相馬、私のお願いを叶えてみせて。お願いよ、相馬。お願いだから私を助けて。またサーシャの。きっとフライデーは生きている。だから今度こそ助けるんだ。サーシャの時みたいには助けるよ、フライデー。俺は絶対に君を。なるほど。この網走にある強制収容所に抵抗勢力のほとんどが。おはようございます。あ、相馬。おはよう。やっと起きてきた。今日は相馬が朝食の当番のはずでしょ。あ、そうだった。ごめんフィーネ、すぐに。大丈夫。先輩への愛のこもった愛情朝ごはんはこのフィーネちゃんによってもうすぐできるから。それって俺の分もあるの？ふふん言いながらね。でも相馬の分には愛はこもってないから勘違いしないように。ひど。ひどくないでしょ。当番忘れた誰かさんのために作ってあげてるんだから。そうでした。あ、やっと起きてきた。おはよう、クラリスさん。おはよう。また夜更かししたの？ちょっとだけね。早く寝ないと大きくなれないわよ。クラリスさんみたいに？一言余計。なんです？ごめん。なんでもないの。そうですか。はいはい。朝ごはんできましたよ。先輩はテーブルを片付けてください。相馬は運ぶの手伝って。ええ。ここがシクンカムイの里。見たところ遺跡はなさそう。ベル様、テロリストどもが潜伏している可能性がありますよね。ここは私たちが先行します。そうね。でも必要ないの。少しの間ここで眠っていて。おやすみなさい。社。神殿のようなものがこの山道の奥にあるみたい。遺跡があるとすればそこかしら。あんたネオブリタニアの軍人さんかい？あんたはシュバルツキングの。里の入り口で寝ていたのはあんたの仲間か？なんだ、管理する人間がいたんだ。めんどくさいな。あなたたちも眠っていて。これでゆっくり調べ。何？なんだか左目が。早く遺跡を探さなきゃいけないのに。ごちそうさまでした。美味しかったよ、フィーネ。おそ松様でした。私っていいお嫁さんになれそうでしょ？その性格じゃなかったらなれそう。家事もできるし、ルックスもいいし。また褒めてるのかけなしてるのかよくわからないコメント。そうま。ルックスのことを女の子に言うのはちょっと感心しないな。すみません。でも
フィーネのことを正確に評価しているのはいいことだね。それだと私が性格ブスってことになるんですけど。ごめん。いいところの評価の部分。フィーネは性格もいいと思ってるよ。ほんといい性格してる。なんか言ったそうも。いや、別に。ほら、食事も済んだし、仕事。現状を整理しましょう。はい。これが日本古来の神殿社。かつて瞳の神が住んでいたっていう遺跡があるならこの奥ね。さて、私たちが北海道に入って数日、一緒に入った黒の騎士団の潜入メンバーが集めてくれた情報のおかげで北海道ブロックの状況が分かってきた。3年前、リューネベルクの国王だったノーランド・フォン・リューネベルクはカリス元王子を皇帝に掲げ、ネオブリタニア帝国の建国を宣言した。しかし、カリスはネオブリタニアの名を掲げるための存在。事実上の支配者はアインベルクを束ねるノーランドだと思われる。アインベルクって昨日話に出ていた皇帝直属の騎士団だよね。うん。それぞれ北海道内に統治領を持って管理しているらしいよ。そのアインベルクのカークウェイン兄弟が昨夜何者か、おそらく七種の傭兵によって倒されたと。七種の傭兵って何者なんでしょうね。それはまだ何とも言えない。ただ一つわかるのは、確実にネオブリタニアを敵視していること。これまでならともかくアインベルクまで倒したとなったら後には引けない。それだけの覚悟があるってことですもんね。ええ。とはいえ、七種の傭兵だけでアインベルクを撃破していくとは考えづらい。そうですね。ネオブリタニア側は脅威となる戦力が北海道に入っているとは思っていなかったでしょうから。今回カークウェイン兄弟を撃破できたのは奇襲という要素が強かったってことか。そうなると次は七種の傭兵側も戦力を増強することが考えられますね。でも戦力増強って言ってもシュトゥンペの壁がある限り外からの増援は頼めない。ってことは北海道内のレジスタンスにコンタクトを取る可能性が高い。この前の東の暁旅団みたいな人たちですね。ええ。現在北海道で活動する反ブリタニア勢力は大きく3つ。その東の暁旅団、北老軍、そして七甲星団。中でも七甲星団は東堂さんと比肩すると言われる黒戸剣聖が率いていた。東堂校長先生と？西の東堂、東の黒戸ってね。帝国時代のブリタニアでも有名だったみたい。でも率いていたっていうのは？七甲星団は今どうなっているんです？1年前に行われた反抗作戦が失敗した際に、黒戸を含む多くの団員が網走の収容所に収監されたらしい。現在は逃げ延びた団員が細々と抵抗活動を続けているみたい。私は七種の傭兵がこの七甲星団にコンタクトを取ると踏んでいる。先輩のその心は？逃げ延びたメンバーって少数なんですよね。それなら他の2つの組織に接触すると思うんですが。それは七甲星団が黒戸剣聖の組織だからかな。組織は指揮を取る人間によって出せる結果が大きく変わる。おー、黒の騎士団を見ていたらよくわかります。こら、すみません、口が滑りました。では先輩の読みでは七種の傭兵は七甲星団と接触して黒戸さんを救出に向かうと。おそらくネオブリタニアが警戒を強める前に襲撃するだろうね。網走強制収容所。おい、何やってるんだお前ら、引き返せ。物部さんこそ本気なんですか？ブリタニア人の傭兵に頼むなんて。黒戸さんは俺たちが助ける。くそ、全然聞いてやがらねえ。反撃が来る。志村、避けろ。分かってるって。しまった、スティンペバリアに。
ステムが落ちた。このままじゃ。志村、彼だ。早まるな、榎本。お前たちだけでも戻ってこい。あの外壁だけでも。死体ごとぶつけてやれば、さすがにあの分厚い壁だってぶち抜けるはず。誘導式ミサイルだと。何？これが網走強制収容所のデータだ。君たちに対して不愉快な言葉が入っているが、二人には目を通しておいてほしい。構わないさ。兄さんには後で見てもらうよ。しかし、収容所はすごい防衛力だね。この情報は十分に役に立ちそうだよ。おい、てめえ！ん？なんだその言い草は！榎本さんたちは、お前の役に立つために死んだわけじゃ！じゃあ、泣いて悲しめば彼らは喜ぶの？この映像を生かして作戦を成功させる方が、彼らの弔いになるんじゃないの？なあ！喧嘩売ってんのか！やめとけって。依頼内容は、収監されている黒戸県生及び団員たちの救出協力でいいんだね。ああ、頼む。おい！はあ、もう怒った！とはいえ。はあ？俺の言い方も悪かったね。ごめんなさい。別に、わっかりゃいいんだよ。お前ちょろいな。うるせえな。いいじゃねえか。あ、こんなところに犬？どこのワンコだよこいつ。すまん。何やってんの兄さん。ひどく汚れたこいつを洗っていたんだが、ちょっと目を離した隙に。たく、もう。あら、かわいい。どうしたの？いや、だって女性がこんなに。あのね。なかなかいい体してるわね。しかも M っぽいところがまたそそられるわん。もう、陽子さんってばまた。緊張感がなさすぎ。今回の作戦は七高星団が生き残れるかどうかの決戦よ。あなたたちももっと気を引き締めてよね。わかってるよ、はるかちゃん。じゃあ、その決戦のための準備、手伝ってもらおっかな。特に、君。私？うん。君、七高星団のメカニックでしょ？佐野ちゃん。でもどうして私のこと？そりゃあ知ってるさ。今回の作戦は、君のメカニックとしての手腕にかかってるんだもの。やっぱりあった。これが、パールリンケ島の遺跡と対をなす遺跡。黒戸県生、元黒の騎士団の近衛隊隊長、旧領主スメラギ15の警護を担当。札幌事変後はテロ組織七高星団のリーダーとして活動している。凄まじい戦歴ですね。かつて日本解放戦線において厳島の奇跡、東堂京四郎と双璧を成したと言われる男。そいつの処刑が迫り、イレブンどもが騒いでいるようだが。小バエが飛び回っているだけです。シュバルツナイトであるアーノルド様がわざわざお越しになる必要など。敬愛する上官ノーランド・フォン・リューネベルク様のご命令とあらば、いかなる場所であろうとも出撃する。この収容所の防衛力は鉄壁。少しは我々の力を信じてくださっても。その返答が聞きたくば、直接ノーランド様に尋ねられよ。我々は与えられた任務を全うするのみ。失礼する。視察とは名ばかりの監視か。面倒な。だがノーランド様には逆らえん。嫌われてますね。気にする必要はない。
黒と奪還を目論みテロ組織襲撃の兆しあり撃滅せよですか。象徴の言葉ではありませんが、我々まで出るのはいささか警戒しすぎかと。この収容所は海に浮かんだ自然の要塞。その上厚さ数メートルの防壁に全方位に向けた高射砲と対空ミサイル、さらにはナイトメア部隊も常駐。その上我々の部隊も配備するとなると、カークウェイン兄弟がやられたのを忘れたか。七種の傭兵ですか。奴らがテロリストどもに手を貸す可能性がある。警戒するに越したことはない。はっ。むしろ私はそれを望んでいるんだがね。ネオブリタニアにあだなす者は私が全て排除する。美味しい。美瑛産のラベンダーティーね。さすがです。素敵。華やか。次はフラノさんをご用意いたします。楽しみ。サバスラ卿、ノーランド様から通達です。指示通りアーノルド坊やの部隊を網走収容所に配備させておいた。あとキャサリンの嬢ちゃんもな。はキャサリン嬢ちゃんにあの娘を移送させるということは、そろそろすげ替えるつもりか。相変わらず読めないな、お前さんの考えは。まあ俺は俺の研究ができれば何だっていい。そこでチートバカ下のみがあるんだが。言ってみろ。お前さんへの忠誠心が高い検体が欲しい。例の力の再現か。実現度が高いんでね。こればっかりは11を使えなくてな。いいだろう。次に出た負傷者を使うといい。そいつは助かる。収容所にスメラギ咲夜がいることは七高星団には教えてない。余計な情報になるからね。了解した。収容所の方はどうだ。見て、まさに要塞。さすがに厄介だね。兄さんには頑張ってもらわないと。任せろ。スメラギ咲夜は俺たちで助ける。そうだな。ああ。そのためにこれまで準備してきたんだ。オーライオーライ。しかしよくこんなものが手に入ったな。超電磁プラズマブースター。こんなすごいのを触れる日が来るなんて。もしかしてあのロゼってやつすごいのか。そりゃすごいだろう。あんな作戦を思いつく上に実際にこんな代物まで用意できるんだから、今回の作戦が成功したら見る目が変わっちゃうな俺。そっか。はるか、緊張しているのか。物部さん。はい。今回の作戦にお父さんの、いえ、黒戸さんや七高星団の命運がかかっていると思うと、つい。その気持ちはわかる。だが彼らにかけた以上、俺たちも腹をくくろう。彼ら七種の傭兵を信じて行動するんだ。はい、ごめんね。ロゼ。七高星団の人たちには俺が収容所に侵入して指示を出すって伝えておいたから。ダメだ。お前は待っていろ。突入時の G はお前じゃ耐えられない。さっきも言ったでしょ。この日のために準備してきたんだ。俺が前線に出て指示しないとダメなんだよ。わかった。しっかり捕まっていろ。大型のトレーラーが1台対岸に近づいてきています。射程圏内に来たら撃ち落とせ。イエス、マイロード。ポイントに着いた。了解。行くよ。高熱源体接近。迎撃システム起動。いっけー。
目標こちらから離れています。なんだそれは。まあでも目障りだから撃ち落としてしまいなさい。このポイントで今なんだスラッシュハーケン。行くぞ。ナイトベアです。高熱減退からナイトベアフレームが離脱しました。射出体にナイトメアを乗せてきたというのか。そんな馬鹿げたこと。迎撃だ。あのナイトメアを撃ち落とせ。ナイトベア1機敷地内へ侵入。何をやっている。大至急警報を出せ。はい。おいおい、起きろ。ロゼ。大丈夫か。よかった。無事か。ありがとう兄さん。よし、じゃあ待機中の七高星団に連絡を取るぞ。こちらゼイアポロ、収容所内に潜入した。これから所定の位置の外壁を破壊する。了解した。よし、では収容所へ向かう。今度こそ団長を取り戻すぞ。本当に大丈夫か。大丈夫。それより手順通りにお願いね兄さん。分かっている。任せておけ。テロリストのものと思われる小型船舶数隻が接近。迎撃だ。高射砲でもミサイルでもいい。さっさと撃て。ダメです。防衛システムがことごとく。何が起こった。先ほど侵入したナイトメアです。あのナイトメアが防衛システムを。なんだと。これで外壁に取り付くことができるはずだ。次。アーノルド様、来たようだな。無駄足にならずに済んでよかったよ。侵入したナイトメアを見失いました。テロリストの小型船舶が外壁に到達。どうしてこうなった。シュバルツナイトの部隊にも出撃してもらえ。へえ、アインベルクも来てるんだ。このまま出てきてもらわない方が嬉しいんだけどね。ま、そううまくいかないか。誰だ貴様は。すべての囚人を解放しなさい。なんだ、鍵が勝手に。こっちもだ。どうなってるんだ。今なら逃げられるんじゃないか。やっぱりそんなうまくいくわけが。モノベたちに頼まれた。こっちだ、ついてこい。モノベさん。よし、一か八から行くぞ。本当にこじ開けた。ここまでやってのけるのか、あの二人は。今度は私たちが頑張る番ね。あなたは。久しぶり。さくら、咲夜様。ベル様、大丈夫ですか。気を失って。すぐに搬送します。了解。やっと会えた。私も会いたかったです。さくら！なんであんな悲
咲夜様の影武者ですから。違う！なぜこのようなところに咲夜様に危険が及べば、友達を助けに来て何が悪いの？あの時桜だって助けに来てくれたじゃない。さあちゃん、桜、やっと見つけた。さあ早く帰ろう。相変わらずですね。ありがとう、さあちゃん。失礼します。大丈夫よ、彼は味方。本部から連絡がありました。スメラギ咲夜移送のため、バイスリッター白のクイーンであるキャサリン・サバスラ卿がこちらに向かってきているとのことです。バイスクイーンが？さくら、細かいことは後で説明するから、私についてきて。ああ、すげえ！言われたところに敵のナイトメアがこんなにもずらりと。キーもあるしパスも外されてる。至れり尽くせりだなこりゃ。よーし、一気に行くぞ。すぐそこまで遥たちが来てる。先に合流だ。分かってるよ。どうやらうまくいったみたいね。まったく、こんな雑な警備をしているからテロリストなんかに奪われるんだ。私の部隊以外は全て敵機だと思え。殲滅しろ！イエスマイロード。このこいつ旧式の草木。このままじゃ全滅よ。連携取って交代しないと。旧式相手に何を手間取っている。スペックが全然違う。はるか、脱出しろ。大丈夫か、はるか。すみません、物部さん。前期ポイントブラボーで合流して黒田団長を迎えに行くぞ。なんだこいつは。弾が当たらない。早すぎる。数を減らして退路を確保する。見たことのない機体だな。裏切り者の傭兵か？それとも黒の騎士団の差し金か？早く行って、さくら。やっぱりさあちゃんも一緒に。俺はまだやることがあるからね。俺を見つけた。あれはさくら、ひとまず隠れて。ダメ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 。バイスクイーン。11でも皇位継承者なんだから連れてっちゃダメなのよ。なんとか足止めだけでも。ザコはゆっくりおやすみなさーい。
気を一瞬で。さくら！おいたするいけない子はお仕置きでーす。咲夜様。お仕事終わり。待って！さくら！さくら！もう少しで助けられたのに、どうして。まだ諦めない。次こそは絶対に失敗しない。相手は短期だ。取り囲め。ダメだ、抜けられる。囲いきれない。あっという間に我がナイトメア隊が。ハーくん、お姫様の回収も終わったし、一緒に帰ろうよ。ノーランド様も早く帰ってこいってさ。わかりました。ですが目の前にいるナイトメアだけは私が倒します。この七種の傭兵らしき者に兵が何人もやられました。撃墜次第合流いたします。相変わらず頭カチコチくんだな。頑張ってね。処刑か。お久しぶりです。ん？父の側近として仕え、父が捕獲された後は救出のために尽力してくれた忠義、心から感謝しております。咲夜様。待たせて申し訳ありませんでした。でもようやく戻ってくることができた。今度こそネオブリタニアからサクラとこの地を奪い返します。私の力となってくれますか、黒戸剣聖。御意。しかしなんだあの動きは。さっきから囲い込んでも避けられる。あの動きどこかで。消えた。どこだどこだ。急所だけを的確に狙うこの動きは。まさか。くっさー、仕留めきれねえ。物部さん、弾切れです。見ろ、交代だ。こんな作戦では長くは持たん。ロゼはまだか。聞こえているか、物部。その声は。聞こえています、黒戸さん。よし、ここからは私が指揮する。ルートアルファを経由しながら合流ポイントへ向かってくれ。了解。菊川さん、大変です。どうしたんだよ、そんなに慌てて。さっき七高星団の通信を拾ったんですが、物部さんたちが網走の強制収容所に仕掛けたらしいんです。網走強制収容所。確かにあそこには1年前に捕まった七高星団のメンバーが入れられているとは聞いていたが、相当な警備態勢だって。はい、でも通信では突入に成功したって。なんだよ、やっぱりネオブリタニアとだって戦えるじゃないか。俺たちだって奴らのナイトメアがあれば。これで七高星団の脱出経路は確保できた。収容所内の画像データの改ざんも完了。残るは兄さん、ごめん。スメラギ昨夜の奪還に失敗した。そうか。アインベルクを甘く見ていたよ。そっちの状況はどう？ああ、すぐ終わる。
なんだこの機体は。短期でこれほどの。残るは2機か。アーノルド様のためにも。アーノルド様。よくもエドガーを。それに乗ってるのはアッシュフェニックスだな。答えろ。あとはお前だけだ、アーノルド。血生臭い闇討ちや暗殺だけで功を立てていた男がテロリストとなって生きながらえていたとはな。俺は弟のためならこれからも続けていく。弟？まあいい。さっさと死んでもらおうか。やめておけ。お前では俺には勝てない。なめるな。なぜ当たらん。甘い。終わりだ。自動防御の盾か。残念だったな。私の盾、トライスベルの盾は近づいてくるものを全てガードする。お前のような卑怯者でもこの壁は突破できまい。やれるのか。私のナイトメイは鉄壁だ。分かった。その鉄壁貫いてみせよ。消えた。早い。あっ、剣が。なんだあの軌道、異常じゃないか。お前はすぐ物に頼る。もっと自分の技術を信じればこんな結果にならなかったかもしれない。トライスベルの盾だ。これで本当に終わりだ。この私が死ぬのか。アッシュフェニックス、ふざけんな。まさかクロビス殿下とアスプリウス将軍がこんな研究をしておったとはな。しかしわからんのはこのギアスなる能力、一体どういったものか。やはり生の研究材料がなくてはダメだな。ではノーランド様に申請した検体はどのような用途に？このゼータにある実験適合生態ってやつが面白そうでな。その再現だよ。成功すれば何かと役に立ちそうだ。はあ。シーザーマン卿、負傷者が搬送されてきました。重傷を負っており、このままでは。死にかけなのか。ノーランドめ、負傷者とは言ったが瀕死でいいとは言っていないぞ。シーザーマン卿、この方って。ほう、面白いじゃないか。気が変わった。こいつに処置を施してみよう。世話をかけたな、モノベ。いいえ、1年前黒戸さんが逃がしてくれたから今があるんです。それにはるかだって。はるか。黒戸さん、飲んでますか？お前な！かったいこと言うなよ。お疲れー。あ、はるかさん、表情暗くない？そんなことは。どうせ私は役に立たなかったとか思ってるんでしょ？それは事実だし。
結局あの二人に頼りっぱなしになっちゃったから。はるかもよくやったよ。今はみんなの無事を喜ぼう。そうそう。これで北海道の情勢は変わる。アインベルクの3人を失い、黒戸県政復活でレジスタンスの勢いは盛り上がる。ネオブリタニアは大慌てだろうね。スメラギ咲夜が連れ去られた先は？ネオブリタニア政庁、首都にして敵の本陣だ。次は今回のようにはいかないね。ああ。ねえ兄さん、兄さんにとって大切な人って誰？それは弟、たった一人の。お前に決まってるじゃないかロゼ。だよね。ありがとう。少し冷えてきたな。先に戻るぞ。うん。桜を助ければ全てが終わる。全てが終わったら父の仇、あなたを殺す。アッシュフェニックス。いいんですか菊川さん。トーミさんに何も言わなくて。いいんだよ。あんなひよっちまった人の命令を聞くのは終わりだ。残りカスみたいになっていた七高星団だって網走の強制収容所を落とせたんだ。俺たちだって釧路を取り戻せる。行くぞお前ら。俺たちの手で釧路を取り戻すんだ。おう。またか。入れ。俺だ、ビナス。どうかしたのかい？先生から連絡のあったパハルリンケ島と対をなす遺跡をベルが発見した。今調査のためにバーストチルドレンを入れたところだ。それはいいニュースだ。そうなんだが、遺跡に触れた影響かベルが倒れた。倒れたって。ベルの容体は？大事はない。ただ念のため病院で寝かせている。そうか、それならよかった。なあビナス、今朝のことなんだが。緊急のご報告です、クロムウェル卿。何事だ、騒々しい。先日テロリストに奪取されたカムデンが釧路に向かっているとの報告が入りました。味を占めたってわけか。面白い。ここのところ鬱憤が溜まっていたんだ。少し気晴らしさせてもらうとしよう。いいだろう、ハチェット。当面の食材と日用品も買えたから、今日はこんなもんかな。結構買い込んだね。だって先輩には美味しいもの食べてもらいたいじゃない。フィーネは本当に先輩のことが好きだな。そういう相馬は、あんたは先輩のことどう思ってるの？どうって最近なんかおかしくない？私には二人の間に壁があるように見えるんだけど。フィーネは相変わらずこういうことに鋭いな。実はさ、また夢に見るようになったんだよ。あの時の。あの時って3年前のリューネベルクでのこと？うん。あの時のことがちらついて、先輩とうまく話せないんだ。それで先輩とギクシャクしてるんだ。でも前に聞いた話だと先輩は悪くないじゃない？俺だって先輩が悪いなんて思っていない。尊敬だってしてる。むしろあの時は俺が悪かったんだ。俺が子供じゃなかったら、俺に知識や力があればサーシャを死なせることはなかったんだから。だからこそどうしてもあの時のことを思い出してしまう。あの時
先輩は俺に失望してたんじゃないか、怒っていたんじゃないかって。相馬はバカだな。素直にそれを本人に聞けばいいのに。先輩本人に？うん。先輩が誠実な人だってこと相馬だって。爆発！あそこってクレイブンの屋敷があるあたりじゃない？うん、すぐに事務所に戻ろう。なんだって、菊川たちがネオブリタニアのナイトメアを持ち出した？はい、釧路を取り戻すと言って。何をバカなことを。トーミさん、大変です。今度は何だ？釧路に向かった部隊から通信、ネオブリタニアの襲撃に遭っていると。言わんこっちゃない。どうしますかトーミさん。このまま見捨てるわけにもいかん。菊川たちの救援に向かうぞ。はい。当たれ当たれ。くそ、なんで当たらないんだよ。単調な戦い方だ。美しくもないし面白くもない。ナイトメアはもっと美しく乗りこなすんだ。こういう風に。やられる。おっと、そんなにすぐに終わらせないよ。助かった。ヴィナス、何を遊んでいるんだ。いくら憂さ晴らしだって言っても。違う違う、こいつらには呼び水になってもらおうと思ってね。こいつ遊んでやがるのか。松葉と鳴川は下がれ。呼び水？もしかしてクレイブン殺しを？ああ、闇雲に探すよりも向こうから出てきてもらった方が手間が省けるだろ。ほーら、先輩の衝撃を避けた。油断するなよフィーネ。分かってるって。フィーネは後方から援護、相馬は私に続け。了解。バラバラの編成でシュトゥンペバリア内であの動き、あいつらがクレイブン殺しか。さあ、これでようやく憂さ晴らしができそうだ。